足らずです。今日はね、久しぶりのジャンクシリーズ。親戚のおじさんからね、ちょっと直してって言われたね、レコードプレイヤーですね。パイオニアの PL1050B ってやつ。まあいろいろ調べると古いね、これも1979年製みたいですね。結構古いな。ベルトがね、劣化してもうダメだなっていう話で、なんとか治らないってね、持ってきました。ちょっとね、見てみましょう。多分ね、ベルトの劣化だけだと思うんですけどね。何分古いです。もうね、マットもね、ちょっと劣化し始めて割れてきてますね。ちょっとどういう状況か見てみましょう。蓋をね、外します。モーターは回ってる。はどこ？こういう感じだね。ってことで、モーターはね、回ってるんでね。多分ベルトを変えれば済みますな。それ。ベルト変えればね、大丈夫っぽいです。この手のベルトってね、もう古いとね、石化するんですよね。前にもね、直したことあるんですけど、ほら。落ちちゃって、外れちゃって、落ちて、そのまんま固まってるんですよね。こういう状況がね、結構あります。でまずね、ベルトを注文しておきます。ここにね、ほら、ベルトがかかるところ、この直径と、あとその直径プラス、なんていうのかな、モーターの軸までの長さの2倍らしいです。ほら。こことほら、ね、モーターの軸までの長さ。足してその2倍ぐらいってね、書いてました。それよりもね、2センチぐらいね、短いのを買うといいらしいです。なのでね、この長さが 440mm。2倍だからね。だから、420mm ぐらいのね、買っときました。注文しておきました。その間に、このね、カッチカチのベルト跡、化石化したベルト跡ね、これをね、取っていきます。これめんどくせえんだわ。これがほんとめんどくさい。ほんと取るに取れないっていうかもう削るしかない。ひたすらね削ります。これがねほんと手間です。最初ね、マイナスドライバーでやってますけどね、彫刻刀でやったりね。最後はねパーツクリーナーで溶かすようにほんと細かいカスはね取りました。ほんとねカスすごい出ます。だから掃除機で吸いながらやったりしてました。でもう小さいのは本当に取れなかったり、あとはね汚くなったりするのでね、パーツクリーナーかけちゃうんだけど、モーターのところにどんどんゴミが入っていくので、プレート外しました。最初から外しちゃよかったと思って。いいか。でね、外したらね、バンバンもうパーツクリーナーかけれるんでね、このままバッパかけて、で溶かして、であとはきれいにしていこうという作戦に移ります。パーツクリーナーかけてもなかなかね溶けないです。根気よくこすっていってやっと溶けるぐらいなんでね、根気よくやった方がいいです。プレイヤーってやっぱり最近ね、デジタル化の時代にアナログのプレイヤー、音がね本当に昔のレコードの音がね本当に良くてね、でも大体こういう風に壊れますから、もうベルトがねダメになっちゃったりとか結構あるのでね。そんなことよりモーターの部分にもね固着してついてました。本当はねこの軸取れます。取れるようになってるんですけどね、もうそのままめんどくさいんでね、外すのめんどくさかったんでこのまま削って、であとはねついでにクリーニング、ホコリだとかもね掃除機で吸ってあげます。この時はねハケを使います。100均のハケでいいです。本当にホコリをね取れるような感じ。それでね掃除機を使いながらきれいにしていきましょう。
で、綺麗にしたね、プレートをつけていきます。本当にクリーニングすればね、古くても綺麗になります。本当に綺麗になる。昔の製品なのでね、本当によくできてます。ここ、本当よくできてる。木のね、台座でさ、すごいよくできてるな。そうそう。ということをやってる間に、2、3日でね、ベルト届きました。意外とね、ベルトって結構売ってます。しかもね、結構安いです。なのでね、こういう古い機械買って、レコードを楽しむっていうのもね、結構、なかなか素敵なね、趣味だとは思うんですけどね。本当にね、長さを合わせて、で、ベルトを買うだけ、本当にベルト自体を安く売ってます。ほら、大体ほら、このぐらいの長さっていうのかな。なんていうのかな。これぐらいの長さ。プレートとそのモーターの軸までの足した長さの2倍ぐらいのね、長さでいいらしいです。そしてね、ターンテーブルにね、これを巻きつけます。ベルトをね、巻きつけてあげます。これなかなかね、結構きついな。きつかったんだよね。これぐらいじゃないとね、スリップしたりするらしいですんでね。そしてね、これをセットして、あとはね、このモーターにかけてあげるだけ。ちょっとね、このベルトがつかみづらかったんでね、ちょっと浮かしてつけてます。ちょっとね、ベルトがつかめなかった。そしてね、クッとまた入れてあげるだけ。これは本当に乗ってるだけです。このターンテーブルは乗ってるだけ。あとはくるくるね、回してあげれば、ベルトがね、定着します。元の位置っていうかね、ちょうどいいぐらいのなんていうかな、位置に、ピタッとピッとしますんでね。そう、これでね、どうなったか見てみましょう。大丈夫っぽいね。本当にベルトが壊れてた。ベルトが劣化してただけっぽいね。アームを近づければちゃんと動くし、アームを戻せば止まるし、本当にそれだけっぽいですね。いや、本当に1979年ってことは、何年前で40年以上前か。そうだね。それでもこうやってね、綺麗に直せば本当に使えます。昔のって本当によくできてる。壊れても本当になんていうのかな、絶対に動かないってことはない感じがするな。今の製品に比べて。そう、アームもね、上下できるんでね、こうやって下ろすみたい。ほら。ギリギリ。安心してください。針にはね、カバーがちゃんとついてますから。そう、針もね、ちゃんと生きてました。音は出してないですけどね、針がちゃんとついてます。で、このゴムマットね、ちょっと劣化してたんで、シリコンでね、栄養を与えておきました。シリコンだと滑るかなと思いましたんでね、余分なシリコンきっちり取ってね、で、ちょっとね、ゴムに栄養を与えておきました。ここまでね、綺麗になれば本当にいいんじゃないかな。古いですけど、またおじさんがね、レコード聴きたいらしいです。ほら、かなり綺麗になったな。あの振り子みたいなの何なんだろう。気になるな。ではね、完成ちょっと見てみましょう。ということでね、無事に綺麗に修理できました。といってもね、クリーニングとベルト交換だけだったんですけど、1979年製、
まあ40年ぐらい前のね、40年以上前のレコードプレーヤーですけどね、本当に故障もなくベルトの交換だけで治りました。昔のやっぱり製品ってね、すごくよくできてる。本当に。まあね、今のなんていうのかな、デジタルよりもここがダメ、あれがダメっていうのが的確に分かるっていうのかな。そういう面ではね、ちょっと昔の製品、ものすごくなんていうか愛着が湧きやすいですよね。ってことでね、今日はジャンクシリーズ、久しぶりのジャンクシリーズでしたけどね。まあ冬になってきてね、車の作業もできなくなってきてます。なのでね、ジャンクシリーズや時計シリーズもね、またどんどん室内でやるようなやつがね、室内作業がね、どんどん増えてきます。で時計もね、またどんどん取りためてますんでね、また皆さんお楽しみにしといてください。本日もご視聴ありがとうございました。